12月8日、2024年の最終節が各地で開催された。優勝はヴィッセル神戸、天皇杯と合わせて2冠が達成されたが、それ以外にもさまざまな話題になった出来事が発生しており、そちらにも触れていこう。鹿島アントラーズ対町田ゼルビア。監督を1年単位で解任しており、なんやかんやあっても結局上位には残っている鹿島アントラーズといろいろと話題を振りまいた挙句、刑事告訴、裁判沙汰にすると言い出した途端、サポ以外は潮が引くがごとく遠ざかり、ついには話題にも上がらなくなってしまった。ついでに首位からも陥落し、触れてはいけないような存在になってしまった町田ゼルビアの一戦。一応優勝の可能性は残っており、広島と神戸が敗れ、この試合に勝利した場合にのみ町田の優勝の可能性が。それ以外にもキャプテン柴崎選手にとって町田の黒田剛監督は青森山田高校時代に指導を受けた恩師であったり、町田の庄司選手にとってもプロデビューした古巣でもある。ちなみに柴崎、庄司、そして山形の土井3選手は同期入団。さまざまな思いが交錯する試合となった。試合内容は試合開始5分で角度のないところから諸岡選手が先制。あまりにも早い先制ゴール。さらに16分には樋口選手がサイドから追加点。前半で早くも鹿島が2点を先制した。この試合の鹿島のシステムは実に理にかなっている。鹿島アントラーズといえば 4-4-2 のシステムが基本だが、町田のシステムは3バック。狙いどころはウイングバックの裏である。これに対し鹿島は優馬が中盤に下がり、逆に両サイドを上げる。先制点を決めた諸岡選手は3バックの脇からゴールを決めており、2点目の樋口選手もサイドからである。町田のウィークポイントをついた見事な攻撃と言える。これ考えたの誰だろう。さらに前半46分にカウンターで飛び出した優馬が庄司選手の股を抜き、とどめの3点目だが、この試合の一番の話題となったのは後半87分からの一連の騒ぎである。さらにこの時注目されたのが鹿島の安西選手。乱闘がまだ続いている間に1人抜け出し、カメラ目線でなんか水飲んでる。この選手は先制点を決めた諸岡選手にも執拗にキスをかまし、この選手の情緒どうなってんのと、この試合の話題を1人でかっさらっていくことに。ちなみに試合後に安西選手は今シーズンのJ リーグフェアプレー個人賞を受賞。リーグ戦38試合すべてに先発出場、計3404分プレーしたが警告、退場が一度もなかった。マイペースすぎる性格がこの受賞につながったのかもしれない。ではそんな安西選手の喜びの声を聞いてみよう。鹿島アントラーズの安西幸輝です。フェアプレー賞、受賞初めてなんですけど、本当にお父さんとお母さんが人を傷つけてはいけない、人をバカにしてはいけないというふうに言われて僕は育ちました。小さい頃からこの賞を取るためだけにサッカー選手を始めたので、本当に、サッカー選手になってこれを取ったことがもう本当に唯一の誇りだと思います。お父さんお母さんありがとう。 I love mommy, I love daddy, thank you。 なお乱闘の影響か町田のゴール裏に凸をかます輩も現れ、ゴール裏は一時閉鎖される騒ぎも起きました。試合は3対1で鹿島アントラーズが勝利だが、乱闘が起こったり
やっぱり町田のファウル数の多さだったり、安西選手に注目が集まったり、試合の勝敗以外のところでもいろいろ盛り上がった一戦となりました。ネットの反応。みんな乱闘してる中、カメラ目線の安西。半笑い。めちゃくちゃカメラ目線で笑った。今節最大の見どころ。現役高校生のキ・カールに大激怒のお兄さんたち。しれっと水を取ってがっつりカメラ目線の安西選手。なぜかイチャついている関川選手、諸岡選手、船橋選手。情報量が多すぎる。こっちみんな。めちゃ水飲むやん。見どころがなくなった。最後に盛り上げ上手。ゼルビアサポだけど鹿島強かった。このファールのどこに笑う要素あるんだよと思ったら安西。現地民ですがマジで町田荒すぎ。町田は今日もボールいかずに相手選手ばっかぶつかりに行ってファウル繰り返してたからな。短い時間にやりすぎたせいで鹿島の選手たちがブチ切れるのも仕方ねえわってレベルで。まあ鹿島も鹿島だけどそれ以上かと思いましたね。許可されてないのにピッチ内にこんなスタッフ入って大丈夫なんか。そういえば町田ってシーズンの半分くらいはずっと首位だったのかな。初昇格の割にはかなり惜しいとこまでは行ったな。正直平川が残ってたらそのまま突っ走ったような気もする。平川いた時から停滞感はあったからどうだろう。来季は ACL もあるしどんだけ金使うかよそから見てて面白そうだ。水掛の場外戦してたところは失速。神戸だけがサッカーに向き合っていた。タオルの呪いだな。 J1 昇格初年度で3位の町田、藤田新社長、大健闘。アジアチャンピオンズリーグに初参戦する来季へ、今いる選手を中心に ACL にも初挑戦する来季に向け、ここ2年のように大きくチームを入れ替えるような補強は行わない意向を示したが、今いる選手を中心に強豪クラブを作り上げていきたいと考えています。現時点でも選手は質、量ともに揃ってきていると思うんですけど、さらなる補強は必要であると思っていますと続けた。期待できるんやろうか。まず整理するのはレンタル組の処遇だよな。借りパクできるのか。庄司とか少なくともベンチくらいにせんとな。今日の出来で来季もスタメンとかつらい。ガンガンやってくれ。サガン鳥栖対ジュビロ磐田。ジュビロ磐田 J1 残留の条件はサガン鳥栖に勝利し、柏レイソル、アルビレックス新潟が敗れ、得失点差でどちらかを上回ること。17位の新潟との得失点差は3。まず複数得点差での勝利を収めること。相手はすでに降格が決まっている最下位サガン鳥栖。勝てない相手ではないと思っていた。少なくともジュビロを応援する人々はみんな。しかし現実は時に小説やドラマを軽く上回ってくる。だからこそ現実は面白い。ジュビロ磐田の問題点は守備である。これは名波さんが監督をやっていた頃からずっとそうだ。組織的な守備を仕込むことのできる人材がいないのではないかと思ってしまうほどに、今季も最終的に失点数は鳥栖と並んでワースト。守備時には5バックに可変するのだが、ただ人がいるだけになってしまっている。この局面でも磐田は最終ラインに5人人を割いているが、中盤との間に大きなスペースが発生している。鳥栖はこのスペースを見事に突くことに成功する。何気にかなり難しいピンポイントパスである。降格が決まっているチームがこんな難しいパスを通せてしまう。ここでフリーでボールを持って前を向かせてしまった時点で勝負はもう半分くらいついている。ホーム最終戦、鳥栖もサポーターに勝利を届けたいのだ。彼らも勝ちたいのだ。当たり前だ。2点目も似たような形。
中盤の底のスペースを利用し、エースのヒアンが2点目、さらに完全に心をへし折る3点目、ジュビロ磐田は得失点差3を埋めて勝利しなければいけない一戦で、逆に3失点で完敗、J2 リーグへの降格が確定した。同じ形での失点、勝たなければいけない一戦での敗戦と、起こるべくして起こった降格と言えるのかもしれない。だがこの試合を、今季の戦いを忘れてはならない。再び立ち上がるために。なお鳥栖のホームゲームなので、最終節に鳥栖市長や佐賀県知事がご挨拶。来季はお互い J2 で頑張りましょう。まだ現実を受け止めきれない磐田サポーターたちに瞳の一言を突き刺した模様。もちろん悪気はない。多分ネットの反応。道連れで来たから上機嫌な市長。この作った傷口に自ら塩を練り込むスタイル。ひどい。むしろ市長さんの温かい激励だろ。何が問題なんだよ。別に事実やん。何の問題もない。自分がやられて嫌なことを率先してやっていくスタイル。まあトスが最後叩き落としたからね。トスに勝てないのが悪い。アジアを制したこともあるクラブがもう4度目の降格になるんやなと。一緒に頑張りたかっただけなのに。傷口に触れていくスタイル。つうかジュビロサポ、まだ覚悟決まってなかったのか。多分市長は善意 100% だよね。笑い。キッズエキスタ照明点灯。昨日の松本に比べたら試合終了のだいぶ前からは心の準備できてただろ。清水と入れ替えやね。横浜 FC と岩田が入れ替わり続ける法則、覆せなかったか。トスのセレモニーまだやってる。まだまだトスの J1 は終わらない。セレモニーが終わったら J2 になっちゃうからな。ジュビロ磐田といえばやはり未だに名門のイメージが強いですが、これで4度目の J2 降格、チームの根本から変える必要がありそうですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。